ハロー、こんにちは。若葉葵です。今回はこのドロップしたアイテムを自分に引き寄せるリングオブマグネゼーションを作りたいので、ボタニアの要素を進めたいと思います。ではやっていきます。まず、ボタニアの説明書である歴史家ボタニアを作っていきます。本1つ、ボタニアの花4つ、近海4つで歴史家ボタニアができます。本を開いて忘れずに実績を解除します。ボタニアの花を作るための花びらの調合状を作ります。まず鉄インゴットをプレートにします。鉄プレート7つを並べて大釜を作ります。丸石を9つ並べて圧縮した丸石を作ります。さらに圧縮した丸石を並べて二重に圧縮した丸石を作ります。二重に圧縮した丸石3つ、大釜1つ、ボタニアの花びら1つ、丸石ハーフブロック2つで花びらの調合所ができます。花びらの調合所を設置したら、次はボタニアのエネルギーであるマナを生み出すための花を作ります。黄色の神秘の花をクラフトして、イエローペタル、橙色の神秘の花をクラフトして、オレンジペタル、空色の神秘の花をクラフトして、ライトブルーペタルを作ります。調合を始める前にバケツで水を汲んでこの中に入れます。イエローペタル2枚、オレンジペタル1枚、ライトブルーペタル1枚を投げ入れて、最後に種を入れます。そうするとデイブルームができました。次はマナを貯めておくためのマナプールを作るための素材を作るための花を作ります。まず白色の神秘の花をクラフトしてホワイトペタルを作ります。水を入れてホワイトペタルを4枚入れます。そして種を入れます。そうするとピュアデイジーができます。マナプールを作るためのリビングロックを作ります。まず適当な場所にピュアデイジーを置きます。そしてその周りを石で囲みます。時間が経つと石がリビングロックに変わるので、これを採掘します。リビングロックを並べてマナプールができます。次は花が生み出したマナをマナプールに送るためのマナ送信機を作ります。まずピュアデイジーを植えて適当な原木を並べてリビングウッドができました。リビングウッド6個、金のインゴット、ボタニアの花びら1つでマナ送信機ができました。次はマナの流れを決めたりブロックを調整したりできるワンド・オブ・ザ・フォレストを作ります。まずリビングウッドを2つ並べてリビングウッドの小枝を3つ作ります。リビングウッドの小枝を3つ、ボタニアの花びらを2つ置くとワンド・オブ・ザ・フォレストができます。作ったものを設置していきます。まずデイブルームを土の上に設置します。そしてマナ送信機、マナプールを設置します。
そしてワンド・オブ・ザ・フォレストでシフトをしてスニークした状態でデイブルームを右クリックします。そうするとこのような枠が表示されるので、この状態でマナ送信機をスニークしながら右クリックします。そうするとデイブルームとマナ送信機が接続された状態になります。そしてまたマナ送信機をシフトをしてスニークしながら右クリックします。また枠が表示されたら今度はマナプールを右クリックします。そうするとマナ送信機とマナプールが接続された状態になります。これでこの3つがつながった状態になります。このデイブルームはソーラーパネルのように真上にブロックがない状態で日中に発電できます。デイブルームはいずれ枯れて消えてしまうため、次のマナを生み出す花を作ります。マナが溜まったマナプールに火薬や砂糖など粉っぽいものを投入します。そうするとマナパウダーができます。茶色の神秘の花をクラフトしてブラウンペタル、赤色の神秘の花をクラフトしてレッドペタル、薄灰色の神秘の花をクラフトしてライトグレイペタルを作ります。花びらの調合所にブラウンペタル2枚、レッドペタル1枚、ライトグレイペタル1枚、マナパウダー1つを加えて、そして種を加えて、エンドフレームができます。エンドフレームはバーンタイムが設定されているものを近くに落とすと、マナを生み出します。ある程度マナが溜まったのでリングを作っていきます。ガラスを投げ入れます。するとマナガラスができます。鋼鉄か鉄インゴットを投げ入れます。9個入れます。するとマナスチールインゴットができます。マナガラス、ネザー水晶ブロック4つ、ネザー水晶でクォーツスフィアができます。マナスチールインゴットをクラフトしてマナスチールナゲットを作ります。クォーツスフィア、マナスチールナゲット4つ、マナスチールインゴット4つでマナレンズができます。マナレンズ、鉄ブロック2つ、金インゴット2つ、レッドストーン4つでマグネゼーションのマナレンズができます。マグネタイジングのマナレンズ、マナースチールインゴット4つでリングオブマグネゼーションができました。クエストブックを開いてみるとここまで進んでいたので作ってクエストをクリアしてしまいます。ルーンの祭壇を作ります。マナプールにダイヤかエンダーパールを投げ入れます。ダイヤを入れます。そうするとマナダイヤモンドができます。リビングロックを5個、マナダイヤモンドでルーンの祭壇ができます。クエストをクリアしたのでリワードを取っておきます。歴史家ボタニアを作るクエストをクリアです。
花びらの調合所を作るクエストクリアです。ピュアデイジー、マナ送信機、マナプール、ルーンの祭壇を作るクエストをクリアです。リングの能力を確認する前に、このクエストをやります。上位ツール組み立てテーブルを作ります。小生レンガブロックが3つ、デンスリファインドアイアンプレートが4つ、ツール組み立てテーブルが1つで、上位ツール組み立てテーブルができます。上位ツール組み立てテーブルを使って、このランバーアックスを作って、巨大な木を切り倒そうと思います。まず、木型加工テーブルで、斧頭大の木型、板大の木型、頑丈な締め具の木型を作ります。まず、鋳型を作るために適当な素材で部品を作っていきます。鋳型を作ったのでパーツを作っていきます。斧頭はスチール、板もスチール、締め具はピグアイアンで作りたいので必要な素材を作っていきます。滑らかな砂岩、腐った肉4つで、ブラッドステインドブロックが作れます。これを3つ作ります。鑑識精錬炉に鉄とエメラルドと先ほど作ったブラッドステインドブロックを入れます。このブラッドステインドブロックは血になります。鉄とエメラルドと血が合わさって豚鉄、ピグアイアンができます。締め具をピグアイアンで作ります。柄の部分は頑丈な柄の木型でスライムクリスタルで作ります。作ったパーツを並べてランバーアックスができました。アップグレードをつけておきます。リングの効果を見るために黄昏の森にやってきました。ここで巨大な木を切ろうと思います。とりあえずこの木を切ってみたいと思います。まずリングを装備して、それなりに大きな木ですね。では切ってみます。ほとんど動くことなく全部回収できました。次はベラドンナを作っていきます。水あざみとマンドレイクでベラドンナができました。次はアリウムを作っていきます。ポピーと翡翠卵でアリウムができました。次はソイビーンを作っていきます。お米と豆でソイビーンができました。サボテンを作っていきます。サトウキビと
コピーでサボテンができました。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。またねー。